こんにちは、みすずです。今日はピーマンの肉詰めよりも手軽に作れるひき肉ピーマン料理、ピーマンそぼろをご紹介します。いつもの醤油煮そぼろにピーマンを加えるだけ、シャッキリとしたピーマンの甘みと苦みがとっても美味しいそぼろです。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピやブログにも書きますので、後ほど概要欄にリンク貼っておきます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。材料はこちら。今回はお砂糖みりんなしで作っていきますが、甘辛くしたい方はここに砂糖もしくはみりん大さじ2から3杯加えてあげてください。また今回はライスなしで盛り付けていますが、お好みでライスの上に乗っけてそぼろ丼にしてもらったり、あといり卵と一緒に合わせて2色丼、ピーマンが入ってるので3色丼ですねにしてもらっても美味しいですよ。今日の流れ3ステップ。今日はまずは材料の準備。ピーマン、生姜をカットしてひき肉に塩を振ります。そしてひき肉を炒めて、最後にピーマンを加え、調味料も加えて絡め炒めていくという形になります。手軽に作れるフライパン料理ですよ。では作り方です。まずはピーマンを切りましょう。今回4個使ってますが、数はお好みで3個でも5個でも大丈夫です。お好きな数使ってあげてください。縦半分に切ってヘタを取りましょう。お好みで種、綿も気になる方は取ってあげてください。こちらを角切りにしていきます。細切りにして向きを変えてカットしていきます。今回はひき肉と炒めるので、ちょっとちっちゃめに切ってあげた方がひき肉との一体感がありますよ。生姜もみじん切りにしましょう。3切れほど使用してますが、これもお好みで生姜ちょっと多めにしてもらってピリッと生姜が香るのも美味しいです。ひき肉は 300g 豚ひき肉使ってます。鶏でも合いびきでもいいですよ。お塩を振って全体に絡めましょう。この時はひき肉こねないように注意してあげてください。では炒めていきます。フライパンを温めてごま油を入れます。これは28センチのフライパン使っています。今回の分量にはこのサイズがちょうどいいかなと思います。ひき肉を入れて炒めましょう。全体に広げてもらって、ちょっとひき肉の色が変わってきたら上下を返してあげるような感じで炒めてあげてください。ほんのり色が変わってきたら空いたスペースに生姜を入れて一緒に炒めていきます。肉の色が変わって生姜の良い香りがちょっとしてくるまで炒めていきます。ひき肉結構油が出てくるので、余分な油が多くなってきた場合はザザッと一回拭き取ってあげてください。余分を拭き取ったらお酒を加えてじゅわっとひと煮立ちさせます。すぐに先ほどカットしたピーマンを加えましょう。あとはピーマンとひき肉が全体絡んで炒め合わせたら出来上がりです。最後にお醤油を加えます。お砂糖やみりん加える場合もここで一緒に加えてあげてください。全体に調味料が絡んで醤油の汁気がなくなるまで結構すぐです。ザザーっと炒め合わせたら出来上がりです。火を止めましょう。これで完成です。冷めても美味しいのでお弁当おかずにも向きますよ。器に盛りましょう。今回はライスの上に乗せてませんが、お好みでご飯の上に盛ってそぼろ丼にしてもらっても美味しいですよ。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はひき肉とピーマンで作るピーマンの肉詰めよりも手軽なピーマンそぼろをご紹介しました。ざざっと炒めてお醤油加えて絡めるだけなので、とっても手軽に作れるメニューです。また詳しいレシピやブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。ではまた。
作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。